皆さんご無沙汰しております。アイロンです。うっす、徹子だに。覚醒スマブラ縛りはパートが20になってしまいましたね。一生で動画1本だもんでそうなるだね。完結する頃には今時めったんないすんげえ大長編なるだろな。で、ストーリーちょっとおさらいしまいか。これまでイギリス大陸はバルム帝国の侵略を受けていました。前回はルフレの規則によりバルムがイギリスに上陸する前に海上での撃退ができたという流れでした。そいで今は逆にプロムラがバルムへと上陸を果たしてといったとこだに。敵はなんと知らん女を追ってるだけど、今週そんな場合じゃねえよな。早速今回の攻略に向けた作戦会議をしていきましょう。今回ストーリーはえらい短かっただな。この章のマップはこちらになります。まず冒頭のストーリー部分での通り謎の女性が窮地に立たされています。ですので最初のターンにレスキューでこちらに呼び寄せるのが必須です。その後の動きだけが敵の動きを説明した方が良さそうだもんでそっちからやるに。見てわかるようにこの章は初期値から上と左から敵が攻めてくるだよ。挟み撃ちの形になるもんで一見大変に見えるけが、下方は砂漠になってて下も基盤アーマーで締めた部隊だもんでしばらくはこっちに来ないだよ。ですからこちらもゆるりと進軍とはならないんです。問題は上の敵にありまして、赤い範囲の敵が最初のターンから突撃を、ピンクの範囲の敵が第2陣として4ターン目に突撃してきます。この4ターン目というのが絶妙で、5ターン目になると下の砂漠からの敵と大体交戦するタイミングになります。そうするとこのマップの攻略ってのは挟み撃ちをさせないために速攻で上の敵を倒していく、あるいは挟み撃ちになっても大丈夫な位置に籠城することになるだ。しかし厄介なのは敵の位置関係だけではありません。敵軍の構成も厄介なわけです。敵の半分以上が間接攻撃持ち、しかも敵の4分の1は魔法系です。我々の軍では物理も魔法も受けられる人材は限られます。したがって今回は受けることよりも回避することが重要になるのです。つことはつまり運ゲーになるだよ。まあ間接武器の敵の命中は 50% 以下が多いですし、なんとかなりそうな感じもありますが、それでも厳しい面があるのは確かです。そいじゃこんなとこで早速実際の攻略風景に行くに。今回のダブルの組み合わせを右に示しますね。珍しい組み合わせというとアンナとフレデリクでしょうか。この2人は支援はねえだけど単純に守備の強化ができるもんで組ませてるだよ。それに今回は加入するやつがいる兼ね合いで組み合わせが途中で変化するに。ダブルが済んだ皆さんはマップ中央右に向かってます。ここの配置の注意点が上の壁側にいるプレイヤサーレなどの間接可能なユニットを置くことです。そうすると間接時の敵の分散と撃破が可能になるだ。で、レスキューでサイリとかいう女も呼んだに。このサイリの位置も重要で、釜でレスキューをしてしまうと説得のためにクロムを動かすターンが無駄になります。なので階段部分にサイリが来るようにレスキューを使うべきでしょう。そいで今ティアムと交戦したジェネラルがこのマップで厄介だに。魔法費を最悪で払っていますし、ハンマー持ちなのでクロムでの対処はできないわけです。すなわち大ダメージを与えることが難しく、少しずつ削って倒していくしかないのです。ただでさえ敵が一気に押し寄せるマップだったのに人員をここに来たにはいかんのが嫌な感じだね。あれ、なぜかルフレが攻撃しねえだけど。まさか前回の契約をした時に装備を外したのがそのままになってるんですか。敵を減らせにはちゃんと君のに忘れてるだよ。いや、これはまあとりあえずレベルアップ。そろそろ攻撃、守備面も考慮していただけると嬉しいです。虐待もないミスしてるもんで微妙な成長になったじゃねえか。このターン、とんでもないミスのせいで戦った敵の数が想定より多くなってしまいました。やっちまったもんはしょんないもんで、とにかく今後どうすっかだよ。今んとこ大ダメージを与える魔法兵の存在が圧倒しいね。まずはこいつらだろうな。そうですね。というわけで周囲の敵を観察した後、ルキナからクロムに交代してまずは1人、もう1人はルクレで倒しました。これでルクレとクロムの2人が構築でき、敵をやり過ごせます。そいで残るユニットだけどサイレが上のジェネラルを倒せるもんでやるだよ。レベルアップ。マルフとマボウに加え全然伸びてない幸運が伸びたのはあいこった。しかし本当に技は伸びないですね。さて右のジェネラルはこのターンでの撃破を見送り、ティアムにまた削ってもらうことにしました。上の関節に敵なんとかしねえ限りなかなかこのジェネラルには消し解けられんに。
アンナとロンクは左からの関節の敵を呼ぶためにクロムに隣接させています。サイリを仲間にすることも次以降のターンですね。本来なら関節の敵をいつでも倒いてくれて、このターンでサイリを仲間にするつもりだっただけどな。それでも下の敵はまだ追いつきませんし大丈夫だと思いますよ。今は2ターン目で左奥に敵が動くまであと2ターンありますしね。なんだかテアモは思ったよりも火力が低いように思わんけ。ラスペガサスはスキルが強いのであって能力は不運という感じですものね。スキルの習得までは火力面も耐久面もいろいろと厳しいかもしれないです。あるいはバランス型の宿命とも言えるでしょうね。要するに早くテアモにはプーチンライを習得させてさっさとクラスチェンジしねえといかんだな。前のターンは思うようにただな、2個前とは大違いだに。近隣の敵はかなり減った上、このターンは左奥の敵も動かないのでかなり余裕があります。周辺のジェネラルがセシアルナイトを倒したらサイリを仲間にしてしまいましょう。つうわけでまずはジェネラルを倒したところでサイリをクロムで仲間にするに、彼女はこの縛りじゃ使用不可だけども武器を持ってないもんで装備を外したりする手間省けて好都合だに。サイリはストーリーに大いに関わるため今後徐々に役割は判明していきます。なので本動画では彼女の身体面について解説しますね。彼女は父のように上級職のソードマスターとして加入します。こういう中盤に加入する上級職のユニットってあんまいい感じしねえだけど、シリーズ経験者はこういう方も多いと思われますが、個人的に彼女は育てれば十分に活躍できると思います。特にペガサス系に転職できるのでラップペガサスで疾風陣雷を習得させれば前線にも出せれるでしょう。一方で明確な欠点としては支援相手が2人と極端に少ないことです。この欠点のせいで彼女を2分に置いてしまう方もいるかもしれないです。ちなみにだけどもな、期待値上ではサイリはロンクーの攻撃面も耐久面も上回るらしいぜ。サイリを使ったことないやつはこのことも考慮して使ってみるのもいいかもな。で、今は残ってたアンマンライトを倒しているところだに。現在は4ターン目です。このターンで左側の敵が動き出します。動き出すと言ってもすぐに攻撃範囲に入るわけではないのでもう1ターンだけ到着まで猶予はあるわけです。つってもな、左からも下からも来るだに。どうしてなんだかね。そうですね。それでしたらここは対策の説明のため一旦カットします。実際に4ターン目の敵ターンで左側も動き出し下と左からの挟み撃ちの形になりました。当初はこれを純粋に両側から受け止めようと考えていましたが、下からの敵と左からの敵が交わる部分があることに気づいたのでそこで待ち受けることにしました。こうすれば敵の流れを一本化できるもんで挟み撃ちじゃなくなるに。ここでの壁役はルキナ、ルフレタとクロム、フレデリックペアです。ルキナとルフレはルキナがやっつけ負けしてしまうのを防ぐためルフレの武器を外しています。ルキナとクロムの後ろには守備の低いサーレとリズを置くことで関節の気持ちを招くことも企んでるだね。残りのユニットは彼らの後方で待機です。ところでさ、アンナとサイリはせっかく単独だもんでダブル組ませりゃいいんじゃねえか。これはそのことにおそらく気づいてないですね。まあ今は犠牲者の狙い配置を最優先していたので仕方がないとしてください。レベルアップ。攻撃面の成長です。クロムに求められるものですね。けんどもよく見ると守備が歴史が上がってねえのに壁役やってけるだね。初期とクラスチェンジボーナスでやりくりしていることになりますね。ある意味すごいことです。レベルアップ。ようやく守備だけは成長しましたが力はルキナは出値は高いだけでコブ感もあるだね。一昔前の初期上級式の上からみたいになんなきゃいいだけど、ちょっと聞き慣れない言葉が出ましたね。マコブって何ですか？あんた知らなきゃみんな知ってると思うよ。その自分の知ってることはみんな知ってることにするの徹子さんの言うことですよ。アイロンちゃんたまに冗談通じんもんで怖いだね。ま、端的に言うと技と幸運と武器レベルしか上がらん成長のことだに。FE の紋章の謎はプログラムの使用上そういう成長が多くなって大変なことになったらしいぜ。らしいんですか。その様子では徹子さんもよく知らないんじゃないですか。まあな、今じゃスイッチで紋章の謎はできるもんでみんなで確かめてみようぜ。さて我々が話している間に時短になっていました。正直なところ行き当たりばったりで作戦を考えたのもあってこれからどうするのかは分かっていません。
少なくとも手負いのダックナイトだとか目の前に来ている時は倒したいだね。そうですね。あとは魔法系も増やしていきたいのですが、まずは手負いのダックナイト倒しに。特性のペックはアイクみたいに派手じゃないけど、スピードがあって流れるような二連撃もかっこいいよな。やろうと思えば私でもできそうなのもいいですよね。まあ、アイクのよりかは再現しやすいとは思うけど、今度体育の剣道でやってみましょうか。やるんなら先生に見つからん程度にな。ようやくアンナとサイリをダブルさせました。サイリはソードマスターですのでダブル時速さと幸運が上昇します。アンナの回避立て性能が向上するだね。ラッキーなのも合わさってとんでもない回避の身になってんじゃねえかな。そのアンナはリブローを使ってレベルアップさせます。レベルアップ。5ピンと両成長です。ただ力が今回は伸びんね。こうなるとアンナはやっぱ回復薬に専念しそうだに。むしろそちらの方がいいと思います。リス1人に回復を任せきりでは間に合わないので。そしたらロンプーを最前線に引っ張り出します。ロンプーで魔導士を倒すと同時にオトリアスとして攻撃を引きつけてもらうわけですね。回避立てとしてバンバンかわしてくれると思うに、一部の魔導士は後方のクロムの方に行くかもしれんが、むしろロンプーの生存可能性を上げる要因になっていいだよ。レベルアップ。さっきは伸びないと言った技が伸びたのが嬉しいです。高音も伸びて全体的にも攻撃面の押して文句にすら。あれ、なぜと遅くに。あれ、魔導士が先に動くんですか？食らっただよ。ってことはまずいです。これは当たったらちょうどでやれる。実に心臓に悪いだよ、このゲーム。敵の命中が引っかったので功を奏しましたね。しかし魔導士の先に立つのは想定外でした。僕はアーマンとソシアルが先に動いてロン君を狙うと思っていたので、魔導士もロン君を狙うとばかり考えていたのです。前転が崩れてこんなことになっちまっただ。敵の優先順位はある程度読めるけんが、行動順ってのはなかなかわからんで怖いだね。さて、依然として魔法剣に苦しめられていますがどうしたものでしょう。サイレはリザイア切れてたもんでダメージも負ってるし、ちょっとでも数減らさんと本格的にやべえな。数を減らすのはいいのですが、回復もすることは考えなくてはなりませんよ。下手に動くとかえって損害を被ることになります。じゃあ本当にどうすだよ。とりあえずはちょうどクロムが隣にいるのでサイレは輸送外からリザイアを受け取りましょう。その上でついでに魔導士も倒します。ただし回復は追いついていないのでリズでサイレを回復させます。なるほど。で、次はどうしましょう。おいおいおい、なんかないみて。一応ロンクが必殺か回避を出せばこの場はしのげますよ。もちろんどちらかを出す確率は十分高いのですが、追い詰められている中不安定な方法に頼るのは。何急に弱気になってるだ。今まで窮地を切り抜けてきたのはロンクの運営のおかげだら。それいけロンク、今までみたいにやってくるよ。さすがはロンク、見事かわしてくれました。俺見てご。つっか、たった 20% ばかり怯えてたのけ。だって5回に1回は当たるんですよ。万が一があると怖いじゃないですか。よくわからんな。ダメならダメでしょんないと気楽に考えた方がいいだよ。で、クラムは調合薬で回復したしとりあえずこのターンもやり過ごせそうだに。もう一体の魔導士も倒せそうでしたが、どうも苦行になって踏み切れませんでした。気を取り直していきましょう。8ターン目です。サーレに何回も攻撃してきたダックナイトがようやく倒せそうです。ここはまだ今回見せ場が少ないテアモで倒してもらいに。レベルアップ。これは虎視ともに伸びた両成長です。変なプレイで気落ちして我々を励ましてくれてるに違いねえよ。それでは次はジェネラルですね。サーヤなら魔法でいいダメージを出してくれると思います。おっと、倒してくれたの。レベルアップ。こいで3回目のレベルアップになるだ。伸びていなかった技もようやく持ち直してきているようですね。この調子でいいと思います。必殺事故も怖いので幸運も頼みますよ。この魔導士を倒いとにだった行動は終わりだに。あとはルキナを回復させるだけですね。
今ファルシオンで回復させたよな。ファルシオンは回復機能があるんです。みんな知ってますよ。わしんまにしてるだな。さっきのお返しです。しかしこの効果は設置的にどうなっているのでしょうね。特に説明はなかったような気がしますが、レベルアップ。力が伸びたのはいいでしょう。前回の魔力が伸びてましたね。魔力が伸びるのが変なのはいつものポンだけど HP が伸びんのは珍しいだね。さて、敵もわずかになってきました。この辺りでリズをちょっと先頭に出していこうと思います。なんでまたリズを戦わせるのけ。まあ、育成とかではなくてですね、支援を稼ぐという目的です。5世代ユニットを早く出したいわけだか。そういうことです。なので守備が低いリズをどう戦わせるかが毎回考えどころです。こういうゲームだからしょんないだけどさ、わしな、親世代と子世代が出てくるってちょっと生々しい感じを覚えるだよ。しかもその親の組み合わせをプレイヤーが決めれるってなるとちょっと、おかしな領域まで妄想してませんか。このゲームは至って健全ですから、それ以上の追求はやめときましょうよ。さて、ロンクーが良い感じで必殺を出して削ってくれました。このジェネラルをリズで倒します。レベルアップ。すげえのが出たな。守備が補えなかったのは残念ですが、速さがなんとかなりつつあるのは嬉しいです。この後もリズを戦闘に参加させたり、他のユニットの経験値を調整したいので残りは攻撃せずに待機させます。黙んで敵ターンまで飛ばすに。レベルアップ。やっと力が上がったに。今後も順調に力と守備が伸びて親を超えられるようになってほしいです。気をつけて。でどうして高速にやってるだっけ。これリズを一手待ちしますね。ダークナイトもまだ控えてるのに。仲間の判断が甘かったというわけですか。まだ諦めちゃ完全。ダークナイトの攻撃が案外しぼいかな。なるほどな。命中は 67% ですね。割と当たるだね。これラメズだ。サポートするね。マジでこれがあれがなんとかなるだか。これぞ FE 特性。これが絆なんですね。いや、ちょっとまだ信じられんに。ピンチがあんでどうにでもなるのは FE の醍醐味ですが、ラブのシステムはいろんなドラマ性が生まれて本当にいいなと思います。いろいろったけんども、残るのはもうボスだけになっただよ。本当にいろいろありましたね。あとは民家訪問なりがありましたが、ボス戦まで一気にカットしますね。今回のボスはライバルハルトへの侵攻が熱いだな。帝国にとってはバルハルトはアイドルみたいなもんかね。むしろアイドルというよりは空想のような気がかりなものを感じますけどね。さて、今回のボス戦ですけれども、ボス地区をします。対象はティアモで、ヒットアンドアウェイで攻撃範囲を出入りするわけです。回復させるツボでリズにも経験値は回るだけどな。そういうことなので、ここもさらっと流していきます。レベルアップ。さっきと同様で今回の成長が著しいですね。守備が上がったのも評価高いに。頑張れよ。だがバルハルトには及ばないって言いたいのけ。最後まで挑発できじゃんか。レベルアップ。なんか物足りんな。バランスという意味ではちょうど良いんですが、これで15勝攻略完了です。お疲れ様です。今回はミスや想定外やらで忙しいショーになっちまっただ。何はともあれ攻略はできただよ。それでよしとしよう。ストーリーの方に行くと、今回仲間になったサイリはバルム帝国に抵抗する解放軍の一員のようですね。急に力をつけて周辺国を吸収していったみてえだし、こういう勢力もいるだろな。とは言っても一枚岩ではないようで、それぞれの思惑でなんなら裏切ろうと言っているメンバーもいるみたいです。そうなると単なる業の手段にわしでも簡単に倒せるだろな。本当ですか。
利益が帝国側にあるって言いふらすだけで勝てるだよ。孫子もこれで勝ってただ。どうも違う気がしますが、まあいいでしょう。黒村の戦闘によって解放軍もまとまる機運が生まれているようです。そういうことなのでサイリは力を貸してほしいと願い出ました。もともとクロムは防衛側だったのが上陸も果たして今や攻勢に転じてるだね。これからも味方は欲しいし協力していいと思うに。一方で私はここのクロムは安易な考えだったとも思います。上陸を果たした時点で十分に講和を結べる条件のはずなので、その打診をしてもよかったと思うのです。つっても向こうは最強を歌ってるもんで話聞かんじゃねえかな。ともかく黒村は解放軍に協力することになりました。なんかバルム帝国じゃ神竜の侵攻があるみたいだもんで、その巫女を救出しに行くのが次の話になるだな。竜への侵攻ですか。ペレジアもあるのでいい印象はないのですが、過激派とかいねえよな。今回の動画の内容はこれにて終わりです。ご視聴ありがとうございました。この後クレジット長いたら支援会話もお送りすったよ。気が向いたら最後まで見てくれよな。まずはルフレとルキナ D です。シージャルキナがルフレのために服を買ってきただけど、とてもじゃねえが人前に来て服じゃなかっただ。だもんで一緒に買い物に行こうって話になっただよ。ルキナはいつもは凛々しい女性ですが、こういう支援会話で女の子らしい部分を見せてくれますね。未来に何事もなかったらきっとこういう女性になったんだとよくわかります。奇抜なファッションセンスももしかしたら違う方面で発揮されるかもしれんしな。はい。赤ん坊用の服系。この時代は本来はルキナはマナッカちゃんなんですよね。年違う同一の存在が2人いることなるだに、何か変な感じすんな。未来のルキナも何か思うところがあるんでしょうか。続いてサーリャとガヤ S です。A ではサーリャが自身の噂に気づくまじないをガヤにかけて実験していました。しかしそのまじないを解除しても一向に変化していません。ということはすなわちいつからかガヤがサーリャに気があっただな。これ実験って意味じゃコンタミが混じって効果がわからんじゃねえか。そうだな。そういう着眼点ですか。だってさ、まじないをかけたからこうなったのか、かけずともこうなっていたのかが判別できんに。多分だけど被験者には実験の詳細を伝えん方がいい分析になると思うだ。そういう話ではないのでは、ここは素直に2人の声を見守りましょうよ。ま、被験者との声もあるということかいね。興味深いわ。ただしちょっとサーリャの愛は重そうですね。軽いもんだ。だもんでガヤのようなひょうひょうとした性格の方が合ってると思うだ。この後の2人がどういう生活を営むかはまあ別の話ですね。今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴していただきありがとうございました。なお今回の動画はアルマ市主催の玉織採用に参加いたしました。アルマ市にはこの場にてお礼申し上げます。ありがとうございました。せっかくだし他の人の動画も見てってな。そいじゃまた次回。